こんにちは。ゴルフをしようのあらちゃんです。今日のテーマはボール、クラブ、フェイスの打点とスイングプレーンパート2です。ドライバーティーアップ編です。前回のパート1ではピッチングウェッジ、6番アイアン、4番アイアンの直置きの打点とスイングプレーンを確認していただきましたが、今回はドライバーのボールの打点、フェースの打点、スイングプレーン、ティーアップの高さ、低いティーアップと高めのティーアップ時の打点をご覧いただきます。ドライバーのフェース面は各メーカーや同じメーカーでも規格によってオープンフェース、スキュアフェース、フックフェースとあります。自分のクラブのフェース面の特徴も普段の練習と並行して意識して確認しながら練習したいですね。一般的プレイヤーの多くの方のスライスの退去方法として、手元を下げてハンドダウンに構えたり、その日の自分のショットの調子で手の中でクラブをねじり、フェイスを少しかぶせ気味にアドレスをしたり調節している方が多いようですね。今回はテーラーメイドのドライバーのヘッドとスリクソンのドライバーのヘッドをご覧いただきます。2枚の写真のヘッドは地面にポンと置いた状態です。この2つのヘッドはスクエアに近いですが、この2つの違いを確認していただきます。青い矢印のフェイストゥ上部を見ていただくと、1枚目の写真のヘッドの方が何ミリかターゲット方向にかぶっているのがお分かりになると思います。この何ミリかの違いは200ヤード以上の飛距離の先にはかなりの曲がり幅、20ヤードや30ヤードのブレにつながります。黄色の矢印は上部の写真はターゲット方向に対してスクエアで、下の写真は逆にターゲット方向に出ているのがお分かりになると思います。結果、このフェイスをポンと置いた状態で打った場合、上の1枚目のヘッドの方が捕まりやすい傾向にあります。通常はスタンスや体の重心を低く構えたり、アドレス時に少しハンドダウンして構えるので、いいスイングプレーンでシャフトに過度の負荷がかからずトルクが出なければいいのですが、上の1枚目のヘッド形状の方がミスの許容範囲があると言えるかもしれませんね。最近のスイング理論の一つには、テイクバックをクラブフェイスをシャットに閉じてトップへ取っていくという方法論もよく耳にしますが、最近の大型ヘッドの特徴で、特にドライバーはフェイスを開いてテイクバックをしてしまうと、インパクト時にフェイスを閉じきれなくなるというのも理由の一つですね。スイングでスウェイや起き上がりなども捕まらない要因の一つですが、ドライバーで捕まらないという方はフェイス面を確認してより良い弾道で楽しく練習できるといいですね。それではまずドライバーのフェース面から見ていただきましょう。まずスクエアなフェース面です。次にハンドダウン、ヒールダウンですね。ショートアイアンやウェッジと違ってスクエアとハンドダウンした時のアングルはほとんど変わらないですね。次にハンドアップした状態です。ハンドアップすると見てお分かりになるようにフェースアングルが右に向きますね。もう一度スクエアに戻します。クラブを手元でねじってクローズフェイスです。次に手の中でクラブをねじりオープンフェイスです。次にフェースの打点、ボールの打点と打ち抜く方向、スイングプレーン、スリクソンのヘッドでややディープフェースのクラブを見ていただきます。クラブフェースをスクエアに置いた状態です。クラブ、フェースセンターの付近でボールセンターでヒットしてターゲット方向にまっすぐ力が抜けた時の弾道です。ストレートボールです。次にインサイドアウトの軌道、スイングプレーンです。ボールのセンター付近にヒットしてターゲット方向右側に力が抜けた時の弾道です。緩いドローボールです。次にアウトサイドインの軌道、スイングプレーンです。ボールのセンターにヒットしてターゲット方向左側に打ち抜いた弾道です。フェードボールですね。
次にハンドダウン、ヒールダウンしたフェースアングルの弾道です。ハンドダウンしたフェース面はロフトの面がドローボールになる捕まった打点に入りやすくなります。このクラブだと 9.5 度のロフトがありますが、このロフト角は解釈によってフェース面の下の部分が出ていて、上に向かって角度がつきます。この角度をハンドダウン、ヒールダウンすると、クラブフェースのロフト角が自分に向かうようになり、クラブフェース2側から自分に向かって角度がつくため、ボールの打点がドロー回転のかかる打点に入りやすいフェース面になります。ただしスウェーや起き上がり、右肩が突っ込んでしまう動きではフェース面が開いてしまうので、基本のスイングの動きは大切です。ボールセンター付近にヒットしてスイング軌道、インサイドイン、ターゲット方向にまっすぐ力が抜ける弾道です。ターゲット方向を左に打ち出したドローボールになります。ハンドダウンのインサイドアウトの軌道、クラブフェースの打点とハンドダウンしたフラットなスイングプレーン、ボールの打点と打ち抜く方向、インサイドアウトの捕まる条件が重なるため、やや強めのドローボールになります。次にアウトサイドインの軌道です。クラブフェースのアングル、ボールの打点がハンドダウンしたフラットなスイングプレーンのため、強いドロー回転がかかり、打ち抜く方向はアウトサイドからインサイドに引っ張った球筋になります。このためダグフックやチーピンと言われる球筋になります。次にクローズフェースのアングルです。ハンドダウンのフェースアングル同様、フェースアングル、ボールの打点とスイングプレーンの打ち抜き方向がハンドダウン時と条件が似た条件になります。このためインサイドインはまっすぐ打ち出した左へのドローボール、インサイドアウトはドローボール、アウトサイドインはダグフックやチーピンと言われる球筋になります。次に高いティーアップを見ていただく前に、基本的なドローボールの打点を確認していただきます。ドロー、ストレート、フェードの回転のかかる打点です。フォロースルー、スイングプレーンの打ち抜く方向によって回転のかかり具合は決定されるので、スイングプレーンは大切な要素ですね。では高いティーアップの場合を見ていただきます。この写真の高さだとボール半分がクラブフェースの上の部分より高くなり、一般的にティーアップの高さのセオリーの高さですが、この高さがあるとハンドダウンやクラブフェースを閉じなくてもクラブフェースの面のつかまりやすい打点とボールの打点のドロー回転のかかる打点に入りやすくなることがお分かりになると思います。またティーアップの高さによってクラブフェース赤い丸のあたりのつかまる打点、ドロー回転のかかりやすい打点でボールをヒットするには、クラブフェースヒール側の青い四角のクラブフェースの抜ける高さが必要になるので、ティーの高さによって捕まりやすい打点をうまく利用するためにも、ティーの高さによってクラブフェースとボールのどのポジションにヒットしやすくなるかを確認してください。また逆にティーを低くすればクラブフェースのセンターからヒール寄りの打点でフェードボールになるので、ティーアップの高さとボール、クラブフェースの打点の確認でスイングを特別に変えなくても多少の内訳もできるかと思います。今回のテーマで見ていただいたスリクソンのフェース面がスクエアでディープフェースと言われるタイプと、テーラーメイドのフェース面がオープンでシャローなクラブフェースでは、ティーの高さやボール、クラブ、フェースの打点のイメージは変わるので、ご自分のクラブの特徴やこれから自分のスタイルを作っていくつもりで意識して練習やプレーを楽しんでください。今回はクラブフェースをハンドダウンしたり、クラブフェースをクローズにしたり、スタンスの幅やアドレスの重心、ハンドダウンなども少し触れましたが、いいスイングを作っていいスイングプレーン、いいタイミングで打てることは大切です。スイングの普段の練習と並行して今回のクラブフェースとボールの打点、ティーアップの高さも自分なりに研究してください。今回は弾道の法則パート2、ドライバーティーアップ編をご覧いただきました。
チャンネル登録、いいねの評価もいただけると嬉しいです。それではまたご視聴ありがとうございました。